はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシノッピーです。今回はね、ちょっとコメント欄でブロワーを使ってみてくださいっていうのがちょっとちょいちょいあったので、購入してみました。で、購入したのが、両備のブロワーで、100V のコード付きタイプなんだけど、本当はね、マキタのコードレスのバッテリータイプが欲しかったんだけど、2万ちょいかな。バッテリーが高い。そのバッテリーもね、他のものに使えたりするから、一応持っといていいようなものなんだけど、ちょっとね、高すぎて、この両備のね、ブロワー。これだったら、コード付きだったら1万円しないぐらいで買えるのかな。なので、こちらを購入しました。で、今回は、何しよっかな。このブロワーどういうところに使うと便利ですよとか、あと、撥水だとこんな風に水飛んできますよとか、今後そういう実験もしたいので、ちょっとね、ブロワーを使って、どんなものなのか、威力はどれぐらいなのかとかね、その辺ちょっと実験していきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたらまずね、中身がどんな感じなのか見ていきます。で、型番が BL-3500 っていうやつね。で、吸い込みと吹き飛ばし、1台2役の優れもの。吸い込むこともできると。そういったものになります。で、中身がこんな感じ。カタツムリみたいな感じね。で、コードがついてて、あとこれ口ね。あとなんか袋みたいのもあったんだ。忘れてた。この袋もついていました。多分ね、こっから空気を吸って、こっから吐き出すっていうパターンだと思うんだよね。だから、こう、風をブワーって出したいときは、こっちにこのノズルをつけて、これでブイーンといった感じで、逆に吸い込みたい時はこっちにノズルをつけて、こっちに袋だね、ゴミが入ってく袋、これをつければここに溜まっていくみたいな感じだと思う。ちょっと使ってみないと分かんないんだけど、コードがついてます。今回はコードレスじゃなくてコード付きなので、コードの長さが、僕両手広げて身長と同じぐらいっていうから、僕ね、身長持って168センチ、盛らずに165センチなので、どれぐらいだろう。そうだね、4メーターぐらいのコードがついています。で、ここに100ボルトの電源。これがもうそもそも外にないよっていう人いると思うんだけど、ご了承ください。はい、これをつなげます。で、こんな感じかな。で、ここに鉄砲みたいなビーンってやつがあるので、これを押します。結構適当だね、言ってること。OK。ちょっとうるさいかもしれないんだけど、いきます。おお、すごい。わかる？あ、こっち吸ってるわ。けどちょっと弱いかも。この吸う方もね、後でちょっとやってみたいと思います。そしたらね、車の方ちょっと水かけて、どんな感じでね、水が飛んでいくのかちょっと見ようかな。ちょっと寒いね。まず水かけます。で、ボディは運転席側、これが未施工、何も施工してない。で、こっちはちょっと前に動画上がってると思うんだけど、マジカルコートアールズが施工されています。で、ここに水をパッとかけて、水と電気を一緒に使うのはあんま良くないんだけど、これで吹き飛ばしていきます。あ、楽かも。なるほどね。水の動きがあれだ。ちょっと難しいね、操るのが。分かったわ。なんとなく分かった。広い面はね、ちょっとめんどくさいかも。うわー、気持ちいい。だけど。オッケーオッケー、分かった分かった。こういうとこじゃないな。あとね、こういったドアノブ、この辺にもね、すごい効果的です。
いいね。いいよいいよ。オッケー。そしたらねガラスに使ってみようかな。ボディの方はちょっと範囲が広すぎて下の方とかね結構大変だった。広範囲はちょっと大変なのでちょっとガラスやってみます。 OK で、ガラスの状態ね、この後ろ側、ここはねハイブリッドストロングが施工されています。でここは何も施工してない、ずっと放置してた場所で、その前側は油膜を取って浸水状態みたいな感じ。ここ変化ちょっと現れるのか。その撥水剤によってやりやすいやりにくいとか、やっぱ撥水してた方が多分吹き飛ぶと思うんだよね。じゃあまず後ろ側から見てこう。ここねハイブリッドストロング、そもそも水全然残んないっていう。じゃあ行こう。うわすげえ、すげえ。やべえ、一瞬でなくなった。すご。ちょっと前側行ってみよう。撥水剤がかかってないところ。この前側は超浸水状態、もう油膜も取ってある状態で、後ろは何もしてない状態だね。もうすごい長年放置した状態で、ここにブロワー。全然違うわ。なんか伸びるね。伸びるわ。やりにくい。あと個人的に気になるのはこのバイザーの中、この中まで吹き飛ぶのか、ちょっとその辺見ていきたいと思います。やっぱね吹きにくいんだよね、この中ってどうしても。だからこれがブロワーで一発で終わるんだったらそれはそれでいいなと思い、ちょっと実験してみます。いきます。なるほど、すごい取れた。この辺とかはねすごいなくなったんだけど、奥側ね、中側けど手前側、この跳ね返ってついたこの手前ね、ここ落ちないわ。これぐらいだったらタオルで拭いて終わりみたいな感じかな。OK。次ちょっとサイドミラーやってみよう。サイドミラーやりにくいね。近い行こう。すげえ綺麗になった。これは何のやつだ。全然違う。サイドミラーとかはねこの中にね水が溜まったりするので、その辺はすごいいいわ。こういう奥まったところに便利ですね。ってなるとグリルとかだろ。おそらくねこういうところにいいと思う。でこういうところってタオルで拭いても後からまた垂れてきてね水染みみたいのができるので、こういうところをブロワーで吹き飛ばす。早っ。
これは楽だわ。これは楽。そしたら最後に吸い込みの方も見ようかな。こっち側が吸い込みなので、ノズルを外してこっちにつけると。でゴミ袋をこの先端につける。向き変わったからちょっと使いにくいね。こういうこと？じゃあちょっと吸ってみよっか。うお、これ邪魔だわ。これ袋すげえ膨らむ。何これ、ちょっとここで見えるかな。いきます。うわ、オッケーオッケー、分かった分かった。掃除機の方がいいわこれは。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はね、両備のこちらブロワー使いました。で使ってみた感想なんだけど、吸い込みと、あとこれ何、噴射両タイプあるんだけど、吸い込みの方は正直ね、掃除機の方が楽だなと僕は思いました。でこの噴射の方、吹き飛ばしの方は、ボディはちょっと面倒かな。なんかこういった掃除機みたいなやつがあればいいんだけど、ちょっとスポット的な噴射なので、なかなかちょっと広い面積は難しかったなと。あとね、撥水剤があった方がやっぱより飛ぶ。浸水状態のところだとやっぱね、ちょっとのぺっとしちゃうので難しいかな。で活躍できるのはそのグリルとか、あとドアノブとか、あとバイザーのところとか、隙間関係のね、吹き上げにくいところ、奥に入ってもう吹き上げられないようなところ、そういうところはね、後から水がまた垂れてきて水染みっていうのがなりやすいので、そういったところにわーってやるのがいいと思います。で最後にちょっと一つね忘れてたのが、この横のポッチあるんだけど、このボタンを押しながらポッチを押すと常にね、ずっと指を引っ掛けなくてもブワーってなるモードに、オートモードって言い方おかしいかな。はい、そういうモードもあるので、ちょっとそちら伝えるのを忘れていました。洗車用品として1個目に買うものではない。1個持っといてもいいと思うけど、なんだろうな、洗車始めました、まず何買いますかで、これなことはまずないっていう感じなので、洗車、上級者って言ったらおかしいかな、いろんな道具を揃えてって、その最後にね、このブロワーを買うのは僕はいいと思います。そんな感じの商品かな。今後ね、これを使って撥水性能とかそういうのもね、いろいろ見ていきたいと思うので、もしね、なんかこういった使い方どうですかっていうのがあったらコメント入れといてくださいと。はい、とりあえずね、この動画面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。